今朝の8時です。これから陶芸家の竹村義則さんのアトリエに行って陶芸教室に参加してきます。千葉の方にあるみたいで少々な旅感がありますが、服装は汚れてもいい服装、これ無印のパンツと古着の T シャツで行きたいと思います。行ってきます。今午前10時半にもうすぐなるとこなんですけど、教室は急にキャンセルが出て、それがインスタで告知されてたのですぐに予約の連絡をして叶いました。手びねりとろくろを一つずつ作れるらしいんですけど、すごい楽しみです。竹村さんの作品は私はカフェオレボールを一つ持っていて、結構前から好きな作家さんなのでお会いできるのも楽しみにしてます。さっきの、それ一回半分、そうですね、して土を使った方が足りなくなったりしないので、この半分の量で上側作って、でこっち側作って、残ったりしたら別のものを作るっていう感じでやる方が安心かなと思います。ね、こっちはできた時に、伸ばしていただいて作って土こうかぶせておいていただくと乾燥しにくいんで、おすすめです。この底の部分始めて、こう広げた方が、なんていうんですかね、ここが広いと垂れ下がっちゃうんですよ。この中に土が半分入ってるんですけど、これで手びねり潰しながらセンチぐらいの厚さで。肘ついていただくといいかもです。そうですね。で、同じ位置でまっすぐ伸ばす感じ。1、2、3、4、ね、買い付けに来てるんだね。買い付けに来て、さあ最近
かわい見たことないのいっぱい。いね。クリスマス仕込んで、あ持って帰るのにはちょっと骨が、ではビニールのやつそのまま中に入れておけばいいんじゃない？ー、可愛くないこれ。かわいい。いいじゃん。二重。またそのピンク系でない感じ、いいじゃん。めっちゃ楽しかったね。いやこれはねーハマるね。ハマるね。これ手びなりめっちゃ楽しかった。ろくろはやっぱちょっとビビっちゃうね。むずい繊細。しかもずっと欲しかった鉢が買えました。嬉しい。竹村さんもめっちゃいい人だったね。温厚な。なんかね、いい人だったな。いい体験ができました。よろしくってなっちゃうな。とつとつと本屋はまだ開いてないです。出る場合いいんだ。ポットも何個かは。夏。バケツとか入れられるよ。あったね。こっちコワーキング？あ、ホール？ここに持ってきてみたいな。あ、そういうこと？こういうのあったな。あったな、上から見てたよな。街会員制のシェアオフィス。あらあら。これは2番の方かな、チーズとハム。うまっ。レベチだ。うまい。お、掘れた掘れた。
マジで超かわいい。めっちゃかわいい。今からうちのこのガジュマル、丸みって呼んでるんですけど、丸みをこちらのちょい大きい鉢に入れ替えます。なんか転げる感じではない。おい。こんな感じか。かわいいわ。かわいいわよ、あなた。おはようございますと言ってももうすぐ11時なんですけど、今日はこれから代々木で友達とランチの約束をしています。今週結構仕事が忙しくて、もうこの部屋も仕事の荷物が散乱しててとても映せる感じじゃないんですけど、出かけてる場合じゃなさそうではあるんですけど、なんか急にここ数日で涼しくなったんですよね。夏から秋ってこんなに切り替え早かったでしたっけ？もうそれで涼しいのが嬉しすぎて、とにかく外に出たいし、脳みそが仕事に支配されそうだったので、友達を誘ってランチの約束をしました。今日はこの夏初めてのサマーニットを着てます。サマーニットとかも暑くて本当の夏は着れないですね。というわけで息抜きに友達とのランチを楽しんできます。私今足元取ってる。あ、人いるか。なんかね、こじんまり系なの。美味しそう。ラザニアしか食べないから。あ、そうなんだ。じゃあそれにする。何これ、かわいい。ホイップクリームみたいになってる。多分日本にもあるはず。そうなんだ。あ、いや、ジャパンある気がする。さすがに閉じちゃったわ。TTA って読むよ。 PTA な気がする。これ持ってない？持ってない。茶こし。欲しかったやつや。この TTA がこれとは知らないけどかわいい。だってさ、見たよ、お揃いだね。そう。これかわいいなって思ってて。可愛いでしょ。そういう意味で、それの使い方があんまし分かってないの。これ茶っ葉入れてシャプシャプするんじゃないの？で、そう思うじゃん。でも結構こぼれた。どっから？なんかこの穴という穴から。じゃあ細かかったんかな。かわいい、ありがとう。お茶飲むでしょ。か
わいい。それ可愛いよね。こういうさ、なんか中に沈めてこれが可愛いみたいなの欲しかったの。やったー。それ可愛い。めっちゃ嬉しい。ありがとう。お土産。いつ行ったの？多分音楽聞いたことあるんじゃないかな。結構出回ってる。そうなんだ。なんかね。あと同い年ぐらいだよ。あね、90年生まれって書いてあった。友達とのランチとお茶を終えて今帰ってきて着替えたところなんですけど、ネイルを塗り直しながらちょっと今日あった感動的なことをお話ししようと思って、ちなみに以前ネイルコレクションの動画をアップした時にリムーバーを言ってなかったなと思って、インテグレートの赤いボトルのリムーバーをずっと使ってたんですけど、多分それ廃盤になっちゃったのかな。最近新しくまた買おうと思ったらどこ行っても見つからなくて、なので最近この資生堂トリートメントエナメルリムーバーっていうのを使うようになりました。匂いがきつくなくていいと思います。ネイル塗り直していくんですけど、最近このネイルズインクジェルエフェクトハイドパークコートっていうカーキカラーがお気に入りなので、またカーキを塗り直します。今日行ったランチのお店は代々木にあるパラボラっていうお店なんですけど、そこでちょっと感動的な出来事があって、初めて行ったのが23歳の時で、その時結構その店主の方とお話しする機会があって、親切にしていただいたりとか、いろんなお話を聞いたりだとかしてっていうことがあったんですよ。で、23から28歳ぐらいまでの5年間は本当年に1回行くか行かないかぐらいで、その時も必ずそのお店の方が覚えててくださって、どうもみたいなやり取りがあったんですよ。でその後コロナの期間が入って、コロナ明けても行ってなくて、今日やっと行ったから、多分ほんと 4,5 年経ってると思うんだよな。やっぱそうだよな、 5年は経ってると思うんですけど、お店行ったらいつもの店主の方がいらっしゃって、と思ったけど、まあ5年以上前だしと思って特段声はかけず普通に接客を受けてご飯食べて、そしたらお会計の時にその店主の方にお久しぶりですって言われて、って覚えてるんですかって言ったら、もちろんですよっておっしゃって、もうそれびっくりしすぎて、あとランチタイムで忙しそうだったんであんまり長い話はできなかったんですけど、今はどうかわかんないんですけど、多分そうかなとは思うんですけど、ご兄弟でやられてるお店なんですよ。で確かお兄さんが接客で弟さんがキッチンだったか、ちょっとそこは曖昧なんですけど、で料理は本当に全部美味しいし、特に私はラザニアが好きなんですけど、で接客も素晴らしいホスピタリティなんですよね。すごくよくお客さんのことを見てるんだなっていつも思うんですけど、今日それで5年以上ぶりぐらいに行ったのに顔覚えててくださって、しかもお会計の時に声をかけてくれるっていう粋な、こっちが気使わないようにしてくださったんだなと思うんですけど、いやちょっと本当に感動でした。なんかそういうお店ってなかなかあるもんじゃないかなって思うので、しかも常連と呼べるほど行ってるわけじゃ全くないのに、もういいお店に出会えたんだなっていう感動で、私はいろんな友達を連れて行ってるんですけど、ちょっと誇らしい気持ちというか、もしこの話を聞いて気になるなって思った方はぜひ行ってみてほしいです。本当にラザニア美味しいんで食べてみてほしいです。来ました。そういう素敵なことが起きた日でした。